葉の表面のごくわずかな動き。瞬きよりも早い一口。ほんの一瞬の沈黙、そして全てが消え去りました。静かな戦争、カマキリ、ヤモリ、カエル。ジャングルに夜が訪れても、すべての生き物が眠るわけではありません。林下の静かな暗闇の中で、一見小さな3つの生き物が激しい生存競争を繰り広げています。静かな待ち伏せをするカマキリ、ヤモリ、木の幹の幽霊、そして泥と水の中にいる飢えたカエルたち。爪や牙を持たず、スピード、カモフラージュ、そして静寂を駆使して狩りをします。しかし、その世界では、今日のハンターが明日の獲物になる可能性があるのです。そして夜が過ぎるごとに、また一つの命が跡形もなく消えていく。昆虫界の沈黙の戦士であるカマキリは、正確で容赦のない狩猟術を完璧に体現しています。小さいですが、弱くはありません。細身でありながら爆発的なパワーを秘めている。カマキリの体長は種類によってわずか4から15センチメートルで、小型の殺人マシンのような形をしています。祈る手のように曲げられた前足は究極の武器です。それぞれの足の関節はフックのようなトゲで強化されており、一瞬のうちに獲物を捕らえることができます。大きな複眼は独立して回転することができ、体を回転させずに周囲のほぼ全体を見渡すことができます。特に、カマキリは頭を180度まで回転させることができる数少ない昆虫の一つであり、捕食者や獲物を静かに正確に追跡するのに役立つ珍しい能力です。カマキリの擬態能力も高度なレベルに達しています。種や生息地に応じて、緑色、茶色、黄色、または枯れた葉、枯れた枝、花のような形をしていることもあります。ランカカマキリの一種ヒメノプスコーロネーツスのような種は、本物の花と見た目が変わりなく、飛んでいる昆虫を引き寄せますが、足に挟まれて惨めに死んでしまいます。活発な捕食者であるカマキリは、好き嫌いがありません。
ミツバチ、ハエ、蚊、バッタ、コオロギ、アリ、蝶など、あらゆるものが被害に遭う可能性があります。しかし、さらに特別なのは、機会があれば、自分よりも大きな生き物、例えば大きなクモ、幼いヤモリ、トカゲ、さらには小さな鳥までも狩ることを躊躇しないことです。若いトカゲがゆっくりと木の幹を這い上がり、その目はぼんやりと辺りをうろついていたが、ほんの数センチ先に死が待ち伏せしていることに気づいていなかった。乾いた殻の中でカマキリは動かず、腐った木片として完璧にカモフラージュされています。すると驚きます。シュー。前足が開き、獲物をしっかりと捉えます。トカゲは必死にもがいたが、鋭い爪が深く食い込んでしまった。カマキリは静かに、ゆっくりと正確に肉を引き裂き始めた。待ち伏せ戦術、信じられないほどの忍耐力、そして電光石火の攻撃速度により、カマキリは奇襲の要素のおかげでしばしば勝利します。特に食料が不足している時や交尾期には、彼らは互いを食べることさえあります。カマキリの交尾は、生命をもたらすと同時に死を告げる儀式でもある。オスは、多くの場合、その旅は一方通行であることを十分承知した上で、極度の警戒心を持ってメスに近づきます。メスは交尾の最中にオスの頭を噛み切ることができ、メスの上半身は飲み込まれているにもかかわらず、メスは受精の過程を継続することができる。この一見残酷な行動には、実は生物学的な意味がはっきりと存在します。メスがより多くの生きたタンパク質を吸収するのを助け、それによって卵子が成長し、生き残る可能性が高まるのです。驚くべきことに、性的共食いはランダムな行為ではなく、何百万年もかけて選択された進化の戦略です。頭部が失われると、オスの快神経系は交尾を維持するだけでなく、脳による抑制がなくなるため、より活発になります。一方、子孫は繁殖過程で栄養源を利用します。交尾は犠牲で終わります。これはオスが払わなければならない究極の代償ですが、同時に次世代への完全な献身でもあります。交尾後、メスは卵鞘と呼ばれる硬いスポンジ状の塊の中に卵を産み、枝や葉に付着させることが多い。それぞれの卵鞘には30から300個の卵が入っており、熱や捕食者から守るために厳重に保護されています。
卵は気候条件に応じて数週間から数ヶ月後に孵化します。生まれながらの捕食者であるカマキリの赤ちゃんは、孵化したばかりであっても、すでに殺人本能を完全に備えています。彼らは生き残るためにしばしば互いを食べ合い、最も早く、最も強い個体だけが生体まで生き残ります。野生のカマキリが小さくても力強く、いつも孤独だがどんな敵も恐れない孤独な戦士として尊敬されているのは偶然ではありません。森の真ん中では逃げる必要はありません。なぜなら、たとえ自分が小さくても、その範囲内に誤って足を踏み入れたあらゆる生き物にとって悪夢になる可能性があることを知っているからです。カマキリは静かで有能な暗殺者ですが、敵がいないわけではありません。対照的に、野生では常にハンターと獲物の境界線上で生きています。木の上では、ウッドチャック、ツグミ、コマドリなどの食虫鳥がカマキリのわずかな動きも簡単に感知し、急降下して致命的なつつきを食らわせることができる。ヤモリやトカゲなどの捕食動物は、低い葉の中からカモフラージュ、単眼、鞭のような長い舌を駆使して、枝にしがみついたタンパク質に富んだ食べ物を捕らえます。森の樹幹の下の腐った葉の層では、アマガエルやヒキガエルが舌を軽く動かすだけで、不注意なカマキリを仕留めることができる。タランチュラのような大型のクモでも、縄張りに侵入したカマキリを倒すことができます。高い木の上では、特に熱帯の樹上に生息する小さなヘビが、枝の間を幽霊のように滑るように動き、滑らかな動きで獲物に近づき、首を絞めます。しかし、隠れて電光石火の速さで攻撃できる生物はカマキリだけではありません。同じ枝の柔らかい苔と割れた樹皮の間で、同じように危険な別の生き物が静かに見守っていました。カマのような足も鋭い爪もありませんが、捕食動物の世界で最も恐ろしい武器の一つである、形を変える能力と絶対的な正確さを備えています。それはジャングル世界の幽霊、カモフラージュの達人、ヤモリです。カマキリは突撃する戦士ですが、ヤモリは忍耐強い暗殺者であり、機会を逃さず待ちます。独立して回転する目、樹皮のようなザラザラした鱗で覆われた体、周囲の環境に溶け込むように肌の色を変える能力を持つヤモリは、存在しながらも目に見えない存在です。
カマキリは観察するために頭を回転させることができますが、ヤモリは獲物を監視しながら他の捕食者を避けるために同時に2方向を見ることができます。2つの種の間には敵や味方という概念はなく、最後の生き残りだけが存在する。時々、ヤモリは舌を電光石火の速さで動かしてカマキリを食べることがあります。時には逆に、カマキリはフックのような足を使って、体力的に優位に見える生き物を捕まえて、若いヤモリを待ち伏せすることもあります。2匹の捕食者の戦いは想像しいものではなかった。血は出ていません。しかし、常に緊張が漂い、一方が勝利し、もう一方はジャングルの真ん中でただの温かい食事を得るという、2日の間の終わりを迎える。ヤモリ学名ジェッコジェコは、洗練された適応力と静かな狩猟術の象徴です。体長は20から40センチメートルで、皮膚は小さな粒状の鱗で覆われており、苔の斑点や古い木の樹皮の枯れかけた火の跡のようなまだら模様があります。その肌の色は固定されておらず、光、温度、さらには感情に応じて変化する、自然が生み出した完璧なカモフラージュシステムです。まぶたのない大きな目は、弧のように縦に伸びた瞳孔を持ち、暗闇で光ります。しかし、ヤモリがそのような観察機械である理由は、両目を独立して回転させることができるからです。片方の目は前方を向き、もう片方は後方を監視しますが、その制御から逃れられるものは何もありません。ヤモリは獲物を追いかけるのではなく、待ちます。岩の天井、木の幹、古い壁からぶら下がり、滑らかなガラスなど、あらゆる表面にくっつく、非常に滑りにくい足と何百万本もの微細な剛毛でバランスをとります。そして、その時が来ると、長い舌がロケットのように速く、ネバネバして、避けられない勢いで飛び出しました。一撃だけで十分です。ヤモリの食べ物は多様です。コオロギ、ゴキブリ、昆虫、蚊、ガ、クモ、そして範囲内にいればカマキリを食べることも少なくありません。一方、ヤモリの赤ちゃんは、不注意に動き回ると、大きなカマキリの餌食になることがあります。どちらも殺人者ですが、ヤモリは夜行性のハンターで、静かで冷酷で、めったに負けません。ヤモリの世界では、あらゆる岩、木の幹、古い壁が独立した縄張りであり、そこで優位なオスが狩りをし、メスを呼びます。特に繁殖期に別の個体が侵入すると、
衝突は避けられません。孤独な人の間には寛容さは存在しない。湿気の多い森の暗闇の中で、2匹のオスのヤモリが対峙している。背中が膨らみ、肌が黒くなり、目が大きく開きます。2人とも鋭い叫び声を上げ、ヤモリ、ヤモリと叫び続けました。まるで宣戦布告のように響き渡った。すると突然、2人は互いに突進し合った。口を大きく開け、顎で相手の首に噛みつき、尻尾で地面を叩きつけ、爪で木の樹皮に食い込む。彼らは転がり、蹴り、噛みつきましたが、誰も引き下がろうとしませんでした。数分間の混乱の後、一匹が倒れて森の地面に落ちた。残った一匹は田の上でじっと立っていた。胸を激しく動かし、皮膚は退色していたが、勝者は領土と生殖権を保持していた。ヤモリの交尾は通常、湿度と温度が適切な暖かい季節に行われます。オスは体を振動させてメスに近づき、特徴的なヤモリ、ヤモリという鳴き声を出して自分の存在を知らせ、メスを引きつけます。メスが同意すれば、オスがメスの背中に乗って交尾することを許可します。このプロセスには、種に応じて数分から数十分かかります。そして、それぞれの個体は、その後の配慮や絆もなく、分かれていきます。ヤモリは繁殖期でも単独で行動し、交尾のたびにメスは精子を蓄積し、繁殖期に何度も卵子を受精させることができます。ヤモリは卵によって繁殖します。暖かい季節に交尾した後、メスは1から2個の卵を産みます。卵は磁器のような硬い殻を持ち、通常は岩や木の幹、湿った壁の割れ目にしっかりと付着します。彼らは巣を作らず、守ることもなく、卵は静かに成長するに任せられます。約60から90日後、卵は孵化し、生態のすべての特徴と本能を備えた小さな赤ちゃんヤモリになります。生まれた瞬間から、親の保護なしに、獲物を狩り、敵を避けながら、自力で生き延びなければなりません。このため生存率は非常に低く、最も早く、最も強い個体だけが成長し、暗い森の中で静かなライフサイクルを継続します。ヤモリは単なる捕食動物であるだけでなく、生存の達人でもあります。脅かされると、注意をそらすために尻尾を落とし、暗闇の中に姿を消すことがあります。数週間後には新しい尻尾が生えてきますが、元の尻尾ほど完璧ではありません。
カモフラージュと暗闇での狩りの達人であるにもかかわらず、ヤモリは他の捕食動物から逃れられるわけではありません。上空からフクロウや小型タカがそれを感知し、致命的な急降下を仕掛けてきます。静かで機敏な木の蛇は枝に沿って這い、一瞬のうちに獲物に到達します。森の樹幹の下では大きなカエルやヒキガエルが若いヤモリを噛む機会を待っています。ヤモリの卵は野ネズミや小さなハクビシンによって簡単に発見され、破壊されます。しかし、野生では、脅威となるのは空を飛ぶ鳥や夜間に狩りをする鳥だけではありません。腐った葉の下、柔らかく水浸しの泥や暗い水たまりの中に隠れて、別の生き物が静かに、貪欲に、開くことを知らずに待ち構えている。カモフラージュもせず、ヤモリやカマキリのように巧妙に忍び寄ることもなく、獲物が近づくのを待ちます。沼地の森に住む飢えた捕食者、ウシガエル。ウシガエル、学名リソバテスケースベーアナス。アメリカ大陸、またはアジアではホポバトラチャスルギロサスは、大胆な捕食性と底なしの胃袋を持つ大型両生類です。ふっくらとした体、厚い皮膚、幅広い頭、体のほぼ半分の大きさの口を持つウシガエルは、口にいるどんな生き物でも恐れずに攻撃するような外見をしています。成体になると体長は最大20センチメートル、体重は500グラムを超えることもあります。背中はザラザラした緑色または灰褐色の皮膚で覆われており、沼地、川岸、水田、湿地などの生息地に溶け込むのに役立ちます。高度に発達した後ろ足はカエルが遠くまでジャンプしたり速く泳いだりするのに役立ち、一方、足指の間の膜は水中に潜るときにパドルの役割を果たします。ウシガエルは鋭い歯や爪を持たないが、その強力な顎の筋肉と長く粘着性のある舌により、効果的な狩猟機械となっている。彼らは捕まえられるものは全て食べます。大きな昆虫、クモ、小魚、オタマジャクシ、ヤモリの赤ちゃん、鳥の赤ちゃん、ネズミ、小さなヘビ、さらには自分たちの仲間までも食べます。ウシガエルはカマキリやヤモリのような高度な追跡戦術を持たず、ただ隠れて待つだけです。標的が射程内に入ると、舌が一瞬で放出され、獲物は一瞬で口から消え去ります。繁殖期は通常、湿度と水位が高くなる雨季に発生します。オスはメスを引きつけたり、ライバルを追い払ったりするために、ブーという大きな特徴的な鳴き声を発します。
大きな鳴き声を出す大きなオスは産卵場所をよりよく支配し、メスを引きつけやすくなります。繁殖期になると、オスのウシガエルはこれまで以上に攻撃的になり、縄張り意識が強くなります。彼らは静かで、餌が豊富で、メスを引きつけるのに十分魅力的な池の隅を占める必要があります。侵入者がいると衝突は避けられません。そのうちの2匹が、宣戦布告のような低い叫び声を上げながら水面に浮かび上がった。すると突然、彼らは互いに突進し、その巨大な体を激しく打ちつけ、後ろ足で水を蹴り、水しぶきを上げました。彼らは互いに頭突きをし、泥の中に押し込もうとした。数分間の格闘の後、一匹が逃げ出し、水面は勝者に静まり返ります。勝者は勝ち取った水の中で仲間に呼びかける権利を得ます。交尾後、メスは静かな水たまりに、多くの場合水生植物に付着して数千個の卵を産みます。卵は数日後にはオタマジャクシに孵化し、種や環境条件に応じて数週間から数ヶ月かけて子カエルに変態します。冷酷なハンターであるにもかかわらず、ウシガエルにも敵はいます。水蛇、サギ、大型魚、カワウソ、小型肉食動物などは、オタマジャクシや幼体を攻撃する可能性があります。成獣は皮膚が厚く反射神経が強いため倒すのが難しいが、それでもタカ、フクロウ、キツネ、カワウソなどの大型捕食動物の標的となる。生態系において、ウシガエルは特に重要な役割を果たしています。彼らは昆虫や小動物の個体数を制御するのに役立ち、食物連鎖の中間に位置し、捕食者と獲物の両方の役割を果たします。しかし、一部のウシガエルの個体群、特に北米に生息する外来種は、在来種と競合し捕食して生態系の不均衡を引き起こすため、侵略的外来種とみなされています。形、種類、狩りのスタイルは異なりますが、カマキリ、ヤモリ、カエルは同じ部隊で出会います。ジャングルと湿った大地が出会う場所、光が葉の間から差し込み、暗闇が木のてっぺんを満たす場所です。それぞれの種は、独自の方法で戦士です。カマキリは致命的なカマのような足を持ち、ヤモリは独立した目と鞭のような舌を持ち、カエルは大きな口と開くことを知らない性質を持っています。しかし、すべてのハンターが獲物になる可能性がある場所では、誰も無敵ではありません。狩る者と狩られる者が絡み合う網の中で、
それぞれの種族が生き延びているのは、絶対的な強さではなく、適応力、忍耐力、そして時には、深い森でもう一夜生き延びるという単なる幸運によるものです。